おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、第2回、シクラメン会ということでございまして、やっぱね、大きいシクラメンを描いた方がやっぱ面白いかなと思いまして、セールになっておりましたので、20% オフということで、こちらを描いていこうかなというふうに思います。ちょっと今日はね、大胆にね、大きく前回と全然違う感じで、描いていこうかなというふうに思います。どこが違うかというと、もう大胆にね、この間はもうやっぱり初心者の人、怖いってやるからね、怖いっていう雰囲気で書いておきましたけど、今回はもうダと、大胆に塗っていこうかなというふうに思ってます。ある程度の花はやっぱり描いておかなあかんんですけど、もうはみ出していいです。はみ出してくださいね。花とかね。はみ出してもいいかなと思います。まあ下はなるべくちょっと入れた方がいいかなというぐらいの感じで、ですね。でちょっと主となるメインとなるような葉っぱとかだけは形ある程度この辺かなとか、この辺かなとかっていうことはなんか自分の中で認識できる程度には書いておいた方がいいかなと思いますので、ちょっとですね、まあ多分わからんようになるでしょうね。このパターンやったらね、思います。ねちねちちっちゃい仕事してたらあかんわと思いました。はい、反省いたしました。一応今のところはまだ認識できています。どの辺かなというのを、途中から絶対わからなくなっていきますが、今日ある種の粗めを使っていこうかなというふうに思っております。描くとことそやないところみたいな抑揚をつけるような絵を描けたらなと思ってます。うまくいかなかったら申し訳ございません。かなり自分の目から近いので、モチーフとちょっと若干距離を取って描くこういうところとかですね、距離を少し取って、まあ写真見ながら描くこともいいんですけど、やっぱりこういう時はね、本物を季節物は本物を見ながら失敗してもいいと思います。もう失敗しても得れるものがあると思いますので、写真見ながらやったらどうしても形写して色写してっていうもうね、平面から平面の作業ばっかになってしまいますので、こういう時は思い切って、失敗を恐れずに、ぐいぐい進んでみてください、皆さん。で、なんか見せ場となる、花に関しては、ここやったらこことかっていう風にある程度今んとこ決めて、まあ普通に考えたら、コントラストが強なってて、なんか手前にある部分とかをそういう風に書いてあげるのが一番楽は楽です。だからそんな難しく考えずに、そういう風にしてあげても、とりあえずはいいかなと思います。特に初心者の人とかはね。で、ハルモニアを使っていこうかなというふうに思います。ちょっとね。この24色セットでしたっけね。こちらを使っていこうかなというふうに思います。ちょっと大きめの筆を利用しながら描いていけたらなと。この紫色みたいなのはあるかな。どの色とどの色かな。で、メインとなる花のところがもしあるようやったらば、そのところだけでも、とりあえず不安にならんように、ちょっともっとピンクが、普通にオペラを使ってみましょうかね。これはホルベインさんのちょっとオペラという色なんで、これはちょっと独特の色なんで、これも少し出しましょうかね。いいですね。少しここのとこがメインですというのが、あれわからなかった。早速わからなかった。少し席を離れた途端にわからなかったぞ。これが、これやな。これが、で、これをこうしてね。
で、外側から少しね。で、ちょっとこう水とかで、綺麗な水とかで、決める場所だけはちょっとこう外側とかから形をちょっと決めておいて、ね、ザバーっとこう行くところは行ってみて、よいしょ。あとオペラとかを少しこうね、キュッ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 とこう差し込んでみたりとか、また、ハルモニアの方に戻って、少しこうね、紫系を少しこう差し込んでみたりとか、で、光がある程度こっち側からどんと当たってますので、こちらの方はこうコントラストの強いこう光影みたいなのがついている、花やったりします。だから光とかを少し塗り残すような感じで、白いとこを塗り残すような感じ。一歩こちらの方はもう完全に影に入っていきますので、影の方に入っていくので、こちらの方は少しね、全体的には。でも、それでも強く見えるところもあったりとか。よいしょ。いやー、怖いわーって言ってはりますか？で、下の方は少しこう緑の方に入っていきますので、そういったところというのは、緑の方に入っていきつつ、こう、突然のグラデーションというよりは、ね、紫系も使いながら、このぐらいの緑かな。私は日頃は、どちらかというとグリーン系が多く使うので、グリーン系がこのパレットの上には多く載せてあったりしますけど、この子がちょっとメインやなと思うようなね、この葉っぱの中の一番大事ですせとかっていうのとか、下にこう垂れているつぼみちゃんをね、ちょっとつぼみちゃんちょっとこの子ですせっていうのを分かる程度に書いておいて、で、こちらの方全体的にはこう、影の中に入っていってますせっていうのですね。で、こう、光影のこう境目のところとかっていうのはガチャガチャガチャとちょっとコントラストが強くなっていますけども、光影の境目ですねとかっていうのを少しわかる程度に。僕も水彩馬になりたいんですよ。皆さんと一緒です。皆さんと全く同じです。ね。もう、私はどちらかというと油絵をずっとメインにやってきたので、ね、もうこれからはちょっと水彩とかもね、もうちょっと上手になっていけたらなと。皆さんと同じようにね、思ってますのでね、一緒に成長していきましょうね。ちょっとこうね、ラフにこう描くような水彩とかはあんまり得意ではないので、今回はラフに描くような水彩を少し目指していってます。皆さんと一緒よ。皆さんと一緒ですのでね。よいしょ。で、ちょっと外側みたいなところからちょっとこう強くね、ドンとこう暗さみたいなのをぶつけてあげてもいいかなというふうに思います。もうちょっと葉っぱ描きますけども、ね、薄く水を溶いたようなんで、こうぐーっとこう描いてあげたりとかですね。次はちょっとね、外側からこう描いていこうかなというふうに思いますけど、どんな色がいいかね。よいしょ。この辺の青系の、なんていう色ですかね。もので、こうたまにこう混ざり合ったりしてもいいと思いますしね。こう、向こうから明るさが少し見えるとこもあったりとかしたり、外側からこう暗さによってこう見えてくる形が外側から見えてくるみたいな表情みたいなのをちょっとつけてあげるとかですね。まあ、ハルモニアはこうやってね、こう少しこう、外側とかから形をどんどんとこう決めたりとかして、いったりとか、こう乾いてないうちに絵の具をボンと置いたりとかすると、またその中で混ざり合ったりとかしますのでね、これを楽しむと。で、今度はこちらの方のこう、入れ物のここ影のところなんていうのとかに、この辺まで全部そうかな。よいしょ。こちらの方に、こう影の方にぐーっとこう。で、なんとなくこうリズムができてくる。
このグリーン系もこう少しね、この辺紫が攻め込んできてるけど、またこうグリーン系を取り戻せということでですね、少しこうしてみたりとか、ねえ。もうこの辺だいぶ乾いてきてますわね。こちら側からちょっとこう形がこう決まってくるところもあったりとかですね。ここに落ちてる影みたいなのとかですね。いいですね。このブルーなんかもなかなか綺麗ですね。少しこうピッ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 ね。こうね、ちょっと遊んでみたりとかしても面白いかもしれないですよね。ピッ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 。こういうのはこういうのでやっぱ楽しいですね。たまにやるとね。個展に向けてどちらかちょっとしっかりした絵を描いていたので、ずーっとですね、しっかりした絵を描いていたので、たまにこういうこうね、気持ち楽にこう描いていくのも、やっぱ楽しいですね。せやないと僕はもう苦しなりますもんね。もうどうですか皆さんも。ね、悩まれたりした方とかね、こうなかなかこうスランプやとかいう相談も受けますけど、おじさんがあんまスランプがないのは多分こういうとこやと思います。遊びたくなったら遊ぶんです。過去なんかどうでもいい。新しいチャレンジをしてみようと。そんな風に思ってしまうんですね。それで失敗したら失敗したで、また次への何かになればなと思ったりしながらですね。よいしょ。なんか緑系っていうのはちょっと乾くとこう若干こうサイドがなんか落ちる感じがするから、頑張ってサイドをどんどんつけとこうかなと。これは印象ですよ。こういう自分でもこうなんかこう印象みたいなのをしっかりとこう持っておくということは大事ですね。ペーラーをね、シャララ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 少しね、なんか散らしてみてね、なんか楽しいですね。もっとね、ね、いろいろ遊んでみてください。少しね、こう、オペラ感もまた弱なってきたな思ったんで、ちょっとオペラ感って何？ね、オペラ感ってよくわかりませんけども、オペラ感を少し出してみたり、緑感を少しこう出してみたりとかしながら、緑感って何？少し大胆な一層目が終了しました。このあたりで一回乾かしてみましょう。ある程度、乾いてまいりました。でですね、ここからはですね、形をこう出していくっていう作業なんですけど、皆さんの絵見てるとね、形輪郭出しすぎ。もう出しすぎ。で、こういう仕事に関しては、あんまり出しすぎない。出しすぎないというと難しいんですけど、どこかとどこかをキュッキュッキュッと押さえたら、あれ、例えば外側をちょんとしたり、こう上側をちょんとしたら、もうこことここがもうちょっと繋がって見えてくるようなこととかあるんですよ。で、全部やらずに、こうね。で、あとはポイントとしては、シクラメンってどういう感じですか？皆さんどういう感じですか？で、それを言葉にしてみる。まあ言うたらここのね、茎からニョキ、というのを、茎からこう、ニョキ、ね、生えてて、ニョキと生えていますというのが、やっぱまずポイントやったりするわけですよね。で、花の種類によりけりですけど、ちょっと花の中がグラデーションがあるとか、あとは複雑にこういろんな方向にね、上の方向いてるやつもありは、寝てるようなやつもありますわね。で、そういったことの特徴みたいなのを自分の中でちゃんと頭に入れておかないと。それを入れておいたら、全部書かずとも、ある程度こう、シクラメンに見えてくるのではないかと、うまくいかんかったら謝っときますね。もう今の段階からオペラ。ね、ちょん。外側から形がキュッとこう決まってきたり、ね、水で薄めたようなんで、こう外側からこう決まってきたり、中側が決まったり、花のグラデーションがヒューとなっていたり、こう外側から決まったりとかって、その辺のこうパターンをですね、少しこう押さえたりとかしてですね、
で、なお、そんなにこう、堅苦しくこう書きすぎないように、とりあえず今回の絵はしていこうかなと思ってます。まあ、なんか、10人中、ね、6人がシクラメンねって見えたらいいんじゃないですか。ぐらいの気持ちで皆さん絵を描いてみてもいいんですよ。ダメや、全員がシクラメンやって見えやなあかんっていうより、うわー、綺麗な絵ですね。何の花ですか？でもいいじゃないですか。どうですか？そういう考え方もあっていいかなと。であんまり重ねすぎてしまうと、やっぱりこの、ハルモニアの、色が失われてしまいますので、そこはちょっと注意しながら、形態として、光が当たって影になってますよということだけは、やっぱりしっかりとですね、初めからしっかり抑えてあげるようにしてください。次はちょっとね、緑の方に行きましょう。外側からピンクの花が見えてくるようなところがあったりとかですね。私はよく隙間産業と言ってますけど、隙間を追っていくというね、ものの中を描きがちなんですけど、隙間を少し追っていったりすると、その周りを描くことによって形のシルエットというのが見えてくるということがありますので、隙間を追うということ。緑系の中に緑で描くというだけじゃなくてもいいと思います。青とかを入れてみたりとかね、ちょっと違う色とかを入れるというのも面白かったりしますので、こういうところにね、ちょっとブルー系の色とかを少し差し込んでみたりとかしても面白いかもしれませんよね。隙間をちょんと。で、なんか主となる、メインとなるような葉っぱとか2番目、3番目、4番目と、自分でもう一回このぐらいの段階で思い出してみて、あれどこやったかなとかってなりますけどね。思い出してみて。向こうに見える茎みたいなのとかね。水彩画らしいね、水彩画もね。先生の動画でもっと出してほしいわとか聞こえてきそうなんでね。そんな感じでちょっと聞こえてきて、ますので、そんな感じで少しやってみてます。なんか書き込みばっかりで、あんなの難しくてできないわよねって聞こえてきてます。はい。皆さんの心の声がちゃんとおじさんには聞こえております。よいしょ。なんかね、固有の色出てきましたけど、もうちょっとなんか遊びたなりますよね。このちょっと白っぽいのを差し込んでみたりとかね。また遊び出しましたよ。うん。ちょっとね、白っぽいのをシューッと入れてみるグレーですね。綺麗ですね。遊び出したぞ。おじさんがまた遊び出した。なんかここの辺の艶ある光ってるとこなんかもね、なんか
面白いね。いろんな描き方、いろんな絵、いろんなパターン。もう好みがありますからね、もうなかなかそのね、好みのところまではね、皆さんこう、あれですもんね。もう一回ここガーンとぶつけたくなってきましたね。2層目ですね。暗いのでガンとこうね、ガン外側からガンとこうね、暗いので、ぶつけてあげるような仕事を少し入れてあげました。ね。ちょんね。どうですか？色もね、楽しいでしょ？この辺になんかあったやつもどっか行ってしまいましたね。もうわけわからなくなりましたね。なんかこの、白っぽいの入れたのは意外と正解ですね。なんかね、面白いですね、これね。乾かないうちにちょんと入れたことによって、このシクラメンの花の雰囲気が出てきたんじゃないですか。調子乗り出しましたよ。調子乗り出したらだいたい失敗しますからね、おじさんね。ちょっとこのハルモネアの中で、ちょっと唯一このピンクのオペラっていう色ですね。だけはちょっと別で出しておきました。面白いやないけ。面白いやないけ。まあ、下のちょっと接地面ぐらいは薄くね、あんまりそんな無理せずにこう書いておいてもいいですね。そんなにこう、仰々しくやりすぎない方がいいかなと思いますので、少しこう書いておきました。このぐらいで一回また乾かしましょう。ということで、乾きましたので、ちょっとですね、水で拭き取っていくような仕事してみましょうかね。水でね。少しこう拭き取っていくような仕事を入れてみても面白いかなと思いますので、しっかり濃厚に塗られてますので、結構拭き取れるんじゃないかなと。ごちょ。ね、そうするとこう少し下のですね、紙の方が戻ってきますので、ちょっとこう水でこういう風に拭き取ったりとかして、白いとことかですね。ちょっと。葉っぱの方なんかでも光っとるぞっていうところを探し出してね。じゃん。全部じゃなくてもいいと思いますので、とりあえずなんか自分の中で初めに言っていたメインとなるようなところとかね、のところだけでも少しこういった仕事を入れてあげてもいいかなと思います。よいしょ。自分の今回思ったようなイメージに久しぶりになりました正直ほとんど作画動画ではなっていません。はい。たまになりますね。5回に1回です、正直言うと。はい。最近ではこの辺はうまくいったかなと。はい、皆さん。まあ、油絵とかはね、ある程度いくんですけど、透明水彩はね、やっぱね、なんかやりすぎてしまう感ありますもんね。で、少し最後の書き込みと言っても、まあ、ね、ほんの少しずつこう、局部的に大事なところとか見せ場とかを少しだけ抑える程度でもいいかなというふうに思います。まあ、本当にこう、水彩でね、こう、仕事にされている方とかやったらば、もうね、そんなミスは許されんかもしれないですけど、おじさんはね、もう本当にこう、チャレンジャーですからね。画家ではありません。チャレンジャーです。はい。画家ですけどね。新しいことにどんどん挑戦したくなって、そして失敗をし、ね、自分が頭で思っていることが具現化されるかどうかを
試していって、で、失敗し。まあそういうのがね、好きな人は、こういう職業向いてると思うんですけどね。評価とかもあまり気にしないでね、できる人というかね、人の目とか気にしないでできる人というかね、したこじゃないわって思ってね、やっていけるかどうかですね、私の場合はね。隙間なんかにこうぐっとね、濃い色とかもね、入れていってもね、なんかいいかもしれませんね。外側からギザギザ。ここメインのね、葉っぱ初めに言うてましたけどね、そういうのがちょっとね、ちょんと。全部やなくて、ちょっと部分的にでもですね、こう描いてあげて。もちろんこうね、しっかりくくって輪郭を一個一個すべてにおいて説明していくような、油絵とか僕は描いたりしてますからね、そういうのはそういうので、また別の問題です。この絵に関しては、そういったところが狙いではなくて、少しこう小さい花で描いた時のようにね、少しこう塗り残して妙脈をみたいなことも、全部じゃなくていいです。全部やると固なりますから、少しこうやってあげるだけでも違いますので、メインとなるような葉っぱとかのところとか、妙脈とかをこうなってとか、ですね。書きすぎちゃうのよねっていう声が今聞こえましたよ。おじさんは皆さんがね、何考えてるかが読める力があります。はい。どのくらいでね、とどめたら、やっぱりこう全体見て、やっぱりこう水彩のらしさとか今回のこうテーマにしている部分みたいなのがある程度ちゃんとこう見えてるかなとかっていうことは大事ですよね。こういう花があって、こういう花があって、よいしょ。こういう花があって、こういう花があって、禁断の白を使いたくなってきたな。もう使いたくなってきたなって言った瞬間にはもうほぼ使ってますもんね、私ね。禁断の白もあっても面白いかもしれないしね。これはチャイニーズホワイトです。だから、オペラっていう色と、今回は、チャイニーズホワイトっていうものだけは少し、足しましたというかね、不透明の色も入れました。こうハルモニアセットにはない、色も少し入れました。まあ私の考え方はもう絵が良ければいいんじゃないって。はい。いつもこれは言ってます。ダメというのをなるべく作らない。まあ何度か言ってますけど、やっぱりこう、油絵の上にアクリルというのは若干危険性がありますよ。もう一回言いますね。油絵の上にアクリルは。あとは、油絵の上に、アクリルの上に油もだいぶ耐久性に関しては、僕自身が描いてきた昔の絵とかがそんなに問題起こってないので、そこまでこうナーバスになる必要もないのかなと、保証はしませんよ、もちろんね。私100年も生きてないので、作品が100年前から変わらずにっていうわけじゃないですのでね。で緑最後、緑とかの葉っぱを少し、フォローするところはフォローして、画面の中でですね、このあたりとか中心に書いてるから、もう少しこう、力をこう振り分けてあげて、このぐらいに今日はしておこうかなと思います。1時間程度ですね。描画してる時間は、乾きの時間とかね、少しありますけど、1時間程度でございました。少しね、こう、画面の中を見て、このあたりにちょっとあってもいいかなとか、ちょっとあってもいいかなとかですね。また聞こえました。それが難しいのよねってね、聞こえましたよ。皆さんの声がね、すぐ聞こえます。超能力がありますので、おじさんには。
それができたら困った。もう、ねーって聞こえましたよ。という感じで、いかがでしょうかね、ザザザザッとラフに描いたものでございますが、最後、ちょっとね、完全に乾いたら、無駄な線とかが消えそうなところは消して、まあ、水彩塗ったところはもう消えないですけどね。それはそれでいいんですよ。細かいことを気にしないね。少しこうね、消してあげて、無駄な線とかを消してあげました。いかがだったでしょうか？まあまあ、僕の中では今日は、75点くらいかな。もっと鮮やかになるかなと思ったんですけど、やっぱ限界ですね。75点ぐらいはつけてあげてもいいのかな。自分にたまには優しくしてあげてもいいのかなというふうに思います。初心者向けのものと、中級者から上級者向けのものということで、こちらの方は、ザザッと書いた、シクラメンでございました。ご視聴ありがとうございました。以上です。